ヤサス、アテナイの皆さん、今回も前回に引き続き、ウィズコロナ編ということで、コロナ禍の日本語教育についてお話ししていきたいと思います。で、今回のテーマは、オンライン授業元年というお話です。で、一つ前の動画でもお話ししましたように、近現代史における3度目の教育の崩壊が今起こっていると。で、それを乗り切るキーワードはデジタルシフトです。ICT なんていうこともありますけども、そういう通信技術機器をどうやって言語教育に活かしていくか、これが一つのポイントになります。で、一般の企業でも同じですよね。テレワークであったりとか、オンライン会議なんかで、接触機会を減らすというような試みがなされています。で、本来何もなければ、向こう5年とか10年ぐらいに起こっていた変化がもうこの半年で一気に起こったと言えると思います。やってたところは、別にコロナ関係なくずっとやってたとは思うんですけれども。で、日本語学校に話を移しますと、日本語学校、いわゆる法務省国事機関というのは、留学ビザを申請して学生を日本に入れるんですけれども、その申請書類の中に学校の所在地というのが一つの根拠として含まれるんですね。なので原則対面で通学で授業を行うという形になります。で、今年に入って法務省が通達を出しまして、オンライン授業も一時的に認めるという形で許容されるようになりました。で、これを受けてですね、対応が大きく分かれました。しばらく一斉休校をして様子を見ようという、つまりデジタルシフトをしなかった学校もあれば、もともとやってたりとか、頑張って対策をして準備をして、オンライン授業に切り替えた学校もあります。で、これ結構大変だと思います。教員研修をして、設備整えて、で、学習者側の準備もありますよね。スマホとかで、容量とかの制限もあったりとか、パソコン持ってなかったりするので、そこも整えて、試行錯誤しながら、ノウハウを築いていった学校も多くあります。はい。で、そんな中で、教師個人にとっても、仕事を増やした教師、で、反対に減らした教師も出てきたと思うんですけれども、そもそもオンラインの授業って対面とは全く別物なので、仮に対面でやってる授業をそのままオンラインに移そうとしたら、もうこれ劣化しかないですよね。クオリティが、パフォーマンスが落ちるしかないので、順番組み替えて反転授業にしたりとか、オンラインでしかできないことを試みたりとかしないといけないんですけども、そんな中でもうすべてのベテランから新人までの教師がスタートライン同じところに立ったと言えると思います。つまり私15年ぐらいのキャリアあるんですけども、対面の授業だと20年選手、30年選手にはちょっと及びませんというか勝てないことになってるんですよね。はい。で、ところがオンラインっていうルールの中では余裕で勝てます。勝とうと思えば。はい。で、反対に1年目の新人教師に負ける可能性も出てくるわけですよね。で、どうすればトップに立てるのかというと、オンラインで起こるすべてのその失敗の可能性を最初に網羅した教師がトップランナーになります。で、私もここまで、例えばその向こうに届けてるはずの音声が届かないだったりとか、あと画面がオフになってたりして、相手の様子がわからずに、間が狂ってしまうとかいう失敗もしました。あと、ズームがそのままガーンと落ちてしまうこともありましたので、そういうのを今頑張って蓄積している段階なんですね。はい。で、そんな中で、これからオフィスを構えるとか、自宅の一室で、オフィスに変えるみたいな時に、絶対必要なのが配信部屋ですよね。はい。生活音とかを遮断できて、はい。さらには、もう強固な通信網ですよね。はい。もう1対500とか1000で画面オンで、ズームなんかをしても絶対に落ちない。はい。そういう、強固な通信のある部屋を持った人が、はい。これからの仕事やりやすくなるんじゃないかなと思います。今日はこのぐらいにしようと思うんですが、次回以降も、はい、日本語教育と、コロナ禍のお話を続けていこうと思います。では今日もご視聴いただきありがとうございました。アディオ。